ホットなやつお願いします。筋肉の力を使ったパワーよりもリラックスの方が強いからなんですよ。運動が生まれたりとか、リラックスをするとこうやって動き出す。正面に礼。お互いに礼。お願いします。お願いします。はい、今日はシステマ東京の北川先生に来ていただきました。はい、来ていただいたのか僕がお邪魔しました。先生、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、先生のね、チャンネルの方でね、ミカエル先生の、について語るということと、あと目つきについてね、ちょっとお話をさせていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。で、今日はひたすらに北川先生からシステムを習いたい。お願いします。お願いします。今北川先生の中でこれを伝えたいとかっていうようなことがあったら、ぜひホットなやつお願いします。わかりました。システムではリラックスを強調するんですけれども、なんでリラックスするか。それは筋肉の力を使ったパワーよりもリラックスの方が強いからなんですよね。っていうことをちょっとやっていきたいなと。で、リラックスをすることで生まれる力っていうのは何なのかっていうのをちょっと、最近ちょっと分析をしていて、でそこのところを紹介できればな。なんか X で書いてました。なんか難しい言葉がいっぱいあるからね。ちょっと僕は読み取れなかったですけど。お願いします。でまずじゃあリラックスの力っていうのはどういうのかっていうのをちょっとやってみると、リラックスをするといわば体が動くっていうのがあって、で僕のよく言ってる説明だと、緊張っていうのはダムみたいなもので、そのダムを解除すると水が流れ出すじゃないですか。それがリラックスだって。なるほど。一応例えではいるんですけども、でも実際人間の体で何が起こってるんだろうっていうのはちょっともうちょっと詳しく知りたいなと思って、でちょっと僕なりにいろんな本とか読んだりして、分析をして、こんな感じかなと思ってるんですけどね。じゃあまず僕が言って、システマでね言う、リラックスの力ってどういうのかっていうと、ちょっとこういうふうに手をやっていただいて、これ今これを耐えてもらっていいですか。力がぶつかっている状態ですね。で僕が今緊張している、で菊野先生も緊張で止めてくれているっていう状態で、ここに力と力の衝突が生まれていると。で僕はリラックスをすると、その向こう側に力が伝わっていくっていう。僕の中での緊張がなくなっちゃって、耐えることができない、頑張ることができなかったですね。だからこのグーっていう今僕が思いっきり筋力どうしてもこんなもんなんですよ。今この辺とかこの辺が僕の中で力が入ってますから、でそれ対抗している状態ですね。でそれをリラックスをするとこうやって動き出す。そこがもう頑張れなかったですね今ね。っていうのがまずあって、でこれをいろんな状況でやるんですよね。例えば組みましたみたいな状況ですね。でここでも今だったら僕の右手と菊野先生の首のあたりとかに衝突が生まれてるわけですよ。で僕はリラックスすると、その向こうに力が伝わっていくから、運動が生まれたりとか。そこにいようって耐えるボタンが押せないですね。何もできないっていうか、何かされてない感じがします。例えばこれが手を持たれましたっていう状況でも、ここで今力のぶつかり合いが生まれてるから、それが俺がリラックスをすることで流れ出す。掴まれてもそうですし、例えばこっちが掴んでる状態でこういう小手返し的な感じで、菊野先生がもう耐えてきてないと、耐えてもうこうだともう無理じゃないですか。で僕はリラックスすると流れ出すっていう。ここが何もしてないんですよね。だから情報がないね。何かされたら何も耐えようとするんですが、何もされてないと感じるから何もできないんですね。みたいな。だからこの接触、パンチもそうですし、もう全部そうじゃないですか。でその接触のところでリラックスをすると、リラックスの力が流れ出して、でそれで相手のことをコントロールできるっていうことが起こるんで、でそれをちょっとやってみますか。お願いします。
でそれで、まずその練習として筋肉の緊張っていうのはダメなんですよ。はい。だからちょっと一回全身をガーッと固めてもらっていいですか。吸いながら緊張すると全身固まって、この時に内側に力がこもるじゃないですか。はい。でこれを息を吐きながらゆっくりとリラックスさせると、そのこわばった緊張がふわっと流れ出す感じが分かりますよ。これがリラックスのパワーなんですよ。これを使っていきたいんですね。緊張させてからリラックスと流れ出す。そう、緊張がダムだから、緊張もう一回全身を緊張させてみる。で力がこもる。これはまあ日本語だと、ね、力がこもるってまさにそのまんまですね。力が内側にこもった状態で、これを吐きながらリラックスさせていくと、これは流れ出していくと。確かにそんなイメージですね。ギューッとなったものがふーっとこう流れていく感じ。でこれちょっと何回かやっていただいて、ギューで大体の人はこの固める方をパワーだと思うんですけども、だけど、まあ、僕が考えているシステムでやるのは、これがリラックスするときに生まれる力なんですよ。こっちの方が動力になるっていう。なるほど。このギュッと溜めたものが流れ出る、リラックス流れ出ると、これがパワーであると。そうなんですよ。なるほど。だからシステムだとこの全身固めてリラックスするっていう練習すごいやるんですけども、それはただ固めてリラックスするっていう、まあ、筋肉のコントロールの練習であると同時に、このリラックスの力を自分の中に見つけていくっていう、そういう練習そのままなるんですよね。なるほどなるほど。でこれをじゃあ今度は拳から順々に肩まで緊張させていくと、吸いながら拳からこういうふうにこの力のつながりが途切れないように肩まで少しずつ緊張させていく。で今度は肩から順番に拳に向けて吐きながらリラックスしていく。途中ちょっと飛ばしちゃったりしますね。これそうなんです。飛ばしちゃいますね。吸いながら末端から体幹に向けて吸いながら緊張を、で体幹から末端に向けて吐きながらゆっくりとリラックス。順番が切れないように。っていうのを例えば足から始めて全身に伝わって、それが全身から足に抜けていくとか、いろんなバージョンでできるんですよね。例えばじゃあ足元から後ろに向けて吸いながら緊張させて、で胴体全体が固まって、で胴体全体が固まったのがまた上から順々に緩んで足元に抜けていく。これって例えば体幹から固めるってことでやったりします？もうまあコントロールの練習としてはやりますけれども、ただ今はリラックスの力が体から末端に出ていく感じをつかみたいので、なので末端から体幹に向けて緊張させて、で末端に向けてリラックスさせていく、こういう流れを学びたいと。はい。それって、リラックスのパワーの流れっていうのはこういう流れなんですか？こういう流れはない。システムの考え方として緊張っていうのは末端から体幹、あるいは外から中に入ってくるんですよ。外から中に入ってくる。外から中に入るんです。だから例えばそれどういうことかっていうと、ちょっと失礼しますよ。ちょっと指とかこう軽くひねってみると、僕はこう今指に負荷をかけるじゃないですか。だけどこれ背骨まで来ますよね。こうやって背骨に入って背骨が曲がってきたと。これが緊張が末端から入って中に入っていったっていう考え方なんですよ。だからリラックスっていうのは中に入っていた緊張が外に出ていくプロセスなんですよ。例えば今僕ずっと指ひねってるんじゃないですか。左肩回してもらっていいですか。それ腕こうやって肩をこう、そう
で左の上腕、肩から上腕を力こう二の腕のあたりに、こう上から順々にフルフルフルって緩めて、で肘もフルフルして、で前腕もフルフルして、で手首、手みたいな感じでやっていくと背骨が整っていくの分かります？おお、これを有すると背骨が整う。ああ、でも今ね、もうこう崩れがなくなってきましたね。そう。これなんでかっていうと、僕はずっとここのプレッシャー変えてないんですよ。はい。変えたいですね。右手から入った緊張が左手から抜けていった。右手から、この緊張はこっちから、これを。そうです。おお、ここに何ですか、通り道ができたんですか？そうです。溜まってたものがこうダムがこっちがこう道ができて、こっちに流れ出ていた。でもこう楽になりましたね。もう北川先生が緩めたんじゃないかと僕は疑うぐらい楽です。で例えば足止めていただいて、で右手、左手が左手思いっきり力入れてもらっていいですか？そうするとまた戻って今グッてやったわけじゃないですか。僕が勝手に力み出してここをね、この圧が僕に伝わりだしたというか。そうです。流れてたのが僕がせき止めちゃってグオーッとそれがこれ。これが緊張の流れなんですよね。緊張が外から中に入ってきたのを外に出していくっていう。中から外へ緊張が出ることはない、そういう仕組みなんですかね。だから外が中に入ってきた緊張を外に出していくのがリラックスなんですよ。そういうふうにリラックスを理解すればいいんだ。外から入ってきた緊張を中から外側に出すのがリラックスであると。中から外に出したんですね、今ね、こっちを。そうです。だから今僕がこう臨時的に指をひねって緊張を作ったじゃないですか。だけど人生の中でたくさん緊張が溜まってるから、それを外に出していくのが僕がよく癒しとかやってるマッサージなんですね。普段からいろんな緊張が入ってくるから、それを癒し、鞭打ったりとかして、マッサージして、それを出していく。それがリラックスであると。やってみます？お願いします。お願いします。癒される。癒し。じゃあちょっとまでうつ伏せになっていただいて。先生、癒してるんですよね。癒してます。癒してるんですよね。この失礼しますよ。踏まえてやる。一番効く。打率用道場はリアル稽古は毎日、オンラインクラス、アーカイブ動画、教則動画もあり、各地で稽古会を開催。コスパ最強です。詳細は概要欄をご覧ください。絶対に誰でも何歳でも強くなれます。